その文字は。僕たちは僕たちの力で神を切り、そして未来を切り開く。はあ。消える。我が消えてゆく。創世から紡がれてきた神の記憶が消えてゆく。何を見ていたの？海？特に何を見ていたというわけではないが、強いて言うならこれから先私たちを待ち受ける未来かな。あった。メリア、コート赤モートが見えたよ。分かった、そっちに向かう。助かったみたいだね。そうだな。しかし一体何が？突然だったから僕もよく見えなかったんだけど、コートがチカチカっとしたと思ったら黒いビームが伸びてきたんだ。黒いビーム。コートの新たな防衛機構かもしれないな。ジャンクス飛べるのか？いくつか破損しているパーツがあるから新しいものに交換しないと無理だね。そうか。大丈夫。パーツは特殊なものじゃないからコートなら手に入るよ。そなたは短絡的で良いな。この先何が起きるかわからないというのに。こんなこともあろうかとこいつを持ってきてよかったよ。姉ちゃん、右から来るもん。右は任せるもん。ヒナは左をやるもん。分かったもん。今の声は。あれは
キノとネネじゃないか。なんでこんなところに？シルク、助けに行くぞ。ああ。次にマイルドダウンの餌食になりたいのは誰だもん。そこからちょっとでも前に来たらキノのライフルが火を吹くもん。キノ、ネネ、大丈夫か？僕たちも手伝うよ。メリアさん、シュルクさん、大歓迎ですもん。これで100人力ですもん。姉ちゃん、やったもん。よく頑張ったもん、昨キノもネネもすごいね。まるでラインやカルナと一緒に戦っているみたいだったよ。そうだな。さすがは勇者リキの子供というところか。怪我はないか、キノ？日。もん？ごめんなさいですもん。キノは人見知りなんですもん。人見知り。そうだったのか。悪気はないんですもん。ここにいたらまた襲われるかもしれない。どこか安全なところに移動しよそうだな。ネネとキノも良いか？もちろんですもん。う。よし、じゃあ行こう。ここなら見通しもいいし、一休みできそうだ。そなたたち、なぜあんなところにいたのだ？いや、そもそもどうやってここに来たのだ？それは。メリア、この子たちきっとジャンクスに乗ってたんだよ。なんだと？それは本当か、シュルク？二つの位置関係を考えれば信憑性は高いと思う。コートが巨神方に。だからなるほど。それでジャンクスの出番というわけか。気遣い感謝する。だがザンザがいなくなり平和になったとはいえ、復興は道半ば。なすべきことは多いのだぞ。それは分かっているよ。メリアがそのために毎日頑張っているのも知ってる。それならばなぜ？もし巨神方にコートがあって住んでいる人がいるなら、メリアは会いたくない？シュルク、そなた。行って帰ってくるだけなら半日もかからないよ。キノ、ちゃんと説明するもん。たまたま通りかかったら声が聞こえてきただけも。嘘はダメもん。
えねえ、昨日ずっと見てたもん。シュルクさんの後についていって盗み見していたもん。姉ちゃんも昨日ずっと盗み見してたもん。やっぱりそれで乗り込んだのか。でもどうして？昨日は父ちゃんのような立派な勇者を目指しているですもん。それはリキも喜んでいるだろうな。だがなぜそれが乗り込むことにつながるのだ？困っている人をいっぱい助けるもん。そうしたらいっぱいお友達できるもん。立派な勇者にはお友達がいっぱいいるんだもんって父ちゃんが言ってたですもん。なるほど、それで乗り込んだのか。ごめんなさいですもん。姉ちゃんは悪くないもん。叱らないでほしいもん。キノが悪いもん。キノ、ごめんなさいもん。恩返ししたかったもん。一人だったキノを育ててくれた父ちゃんと母ちゃんに。一人だった？そうですもん。父ちゃんがある日突然連れてきたんですもん。弟だもって。そんなキノみんな何も言わず受け入れてくれたもん。キノとっても嬉しかったもん。だから早く立派な勇者になって恩返ししたかったんだもん。ごめんなさいもん。キノ、そなたは偉いな。それに立派な志も持っている。リキもオカもそなたを誇りに思っているだろうな。うん、そうだ。僕とメリアも今困っているからぜひ手伝ってよ。本当も？ああ、しょうがないもん。そこまで言うならシュルクとメリアちゃんをキノのお供にしてやるもん。キノ、お供じゃなくてお友達も。さて、ジャンクスの修理パーツを探しにコートに行くとするか。ああ、それなんだけど。ん？ちょっと離れちゃうけどあっちの岬に行ってみない？なぜだ？メリアが言っていた防衛機構っていうのが気になってね。また攻撃される恐れがあるということか。うん。確かに公庫の憂いは少ない方が良いからな。そうしよう。よし、決まり。勇者キノの冒険始まりも。鳥の人たちいっぱいですもん。この地にはハイエンターしかいないのか？この辺りじゃ見ない顔だな。実はそうか、それは災難だったな。だがコートに行くのはやめた方がいい。まあ以降にも転送装置は起動しないようにしてあるがな。え、なぜですか？お前たちを攻撃したのは防衛機構じゃなくて、俺たちが霧の王と呼ぶ化け物だ。霧の王？ああ、
数ヶ月前に突如コートに現れたんだ。見たところ近衛のようだが、そなたたちでも太刀打ちできないのか？奴には剣はおろか、どんな攻撃も効かん。煙を相手にしているようで、まるで手応えがないのだ。幽霊はビーム撃たないもん。それで霧の王ですか？俺たちは故郷を守るため決死の覚悟で戦ったが何もできず、一人また一人と倒れていった。霧の王の攻撃は苛烈を極め、結局俺たちは他のハイエンターと他種族の者を連れ、故郷コートを捨て落ち延びることを選んだ。そのようなことが。無念を抱えた魂は未だ故郷にある。俺たちの故郷コートに。だが弔うことすらできぬ。マクシスさん、なんだ？転送装置の起動の仕方を教えてください。シュルク、何を？お前、俺の話聞いていなかったのか？聞いていました。だったらわかるだろう。それでも僕らは行かないといけないんです。ジャンクスを直せばみんなここから脱出できます。それにコロニー9に戻ればコートを取り戻す計画も立てられます。ダメだ。どうしてですか？シュルク、俺たちが何もしてなかったと思うのか？え？俺たちもバカじゃない。やれることはやったんだ。だがな、故郷に帰りたい。そんな叶わぬ夢を見てたくさんの命を失ったんだ。マクシス。お前たちの気持ちはよくわかる。だから俺のこう言わなければならない気持ちも分かってくれ。どうしよあの様子では説得は難しいな。キノたち帰れないもん。お困りのようですね、メリア陛下。何者だ？なぜ私の名を？これは失礼をいたしました。私はゲルガーと申します。かつてコート警備隊として身辺警護を行っておりました。そうであったか。こちらこそ失礼をしたゲルガー殿。だが陛下はやめてもらおう。何をおっしゃいますメリア陛下。先の大戦で悪しき純血は滅びました。我々根血が新たな時代の担い手として選ばれたのです。そしてあなた様は我らの象徴、陛下と呼ばずして何と呼びましょう。担ぎ上げられるつもりはない。特に祖先を愚弄する貴様などにはな。愚弄などととんでもありません。私は真実を申し上げたまでです。まあよい。だが陛下と呼ばれるのは迷惑だ。それでは致し方ございません。ご理解がいただけるまではメリア様とお呼びいたします。助かる、ゲルガー殿。とんでもございません、メリア様。う。ゲルガーさん、僕たちどうしてもコートに行かないといけないんです。はい、マクシスとのやり取りは聞いておりました。公主が凱旋をするというのにあやつは何も理解をしておりません。転送装置に手をかざすと
解析装置による認証が始まります。認証はこの地にいる一部のハイエンターと皇族のみが通るように細工がされております。ですのでメリア様であれば問題なく起動いたします。墓所の防衛機構と似たようなものか。これでコートに渡れるね。ああ、やっともゲルガーさん、いい人もありがとうございますもいえいえ、メリア様に仕える者として当たり前のことです。メリア様に差し支えがなければこのゲルが友として堂々いたします。剣にも多少の覚えはありますのでご安心ください。申し出はありがたいが遠慮しておこう。戦力は足りているからな。そうですか。それは残念。必要な時はいつでもお声掛けください。分かった。ところでゲルガー殿、ここには兵士しかいないようだが、共に脱出した者たちはどこにいるのだ？ここより下ったグランデル城壁の先に住んでおります。離れて暮らしているというのか？はい、向こうにはマシーナがいますので。どういう意味だ？お忘れですか？先の大戦はマシーナの裏切りから始まったものです。それがなければ同胞も故郷も失わずに済んだのです。マシーナと相入れなかったから離れたというのか？そうです。もう大戦は終わったことではないか。まだ終われない者もいるのです。メリア、ひとまずコートに行ってみない？ああ、そうだな。ゲルガー殿、我々はこれで失礼する。道中お気をつけください。コートは岩門洞窟を抜けた先にあります。ゲルガーさん、いろいろありがとう。また来るもん。体に気をつけてくださいですもん。皆様もお気をつけて。兄弟のみんな、母ちゃんに迷惑かけてないか心配もん。ねえねえ、ここにいたんだ。どうかしましたもん？キノが探してたよ。転んですりむいたとかなんとか。しょうがない子ですもん。後で背中よしよししてあげるとしますもん。ねねはお姉さんっていうよりお母さんみたいだね。そういえばねねはここで何をしていたんだい？最果て村のことを少し思い出してましたもん。そっか。ねねは以前あそこで暮らしていたんだよね。はい、村の外の幕名原生林でよく兄弟たちと木登りして遊んでましたもん。その頃も兄弟たちの面倒を見ていたの？もちろんですもん。ノポンの男はぐうたらばかりですもん。母ちゃんだけじゃ手に負えないから、ねねもよく父ちゃんや兄弟たちの面倒を見てましたもん。リキが聞いたらなんて言うだろうね。特に父ちゃんが村の勇者に選ばれてシュルクさんたちについていっちゃった後なんか、兄弟たちが食うも食うもで家中てんやわんやでしたもん。へえ、そうだったんだ。リキが僕たちについていっちゃった後、それってもしかして？はい、ネネはシュルクさんたちと仲良くなるよりもっと前、1年前の最果て村で一度お会いしてますもん。父ちゃん、腹グーグーだもん。父ちゃん、ご飯も。父ちゃん、飯も。
そうだったの？ごめん、全く気がつかなかったよ。でも今のネネとあの時のネネとじゃだいぶ背格好が違うみたいだけど。ノポンはだいたい10歳から15歳くらいに成長期に入りますもん。だから1年前のネネと今のネネが同一人物だって気がつかないのも無理ないですもん。だとしても驚いたよ。ノポン族が1年でこんなに大きくなるなんて知らなかったからさ。ふふん、シルクさんもこれからはドーンと成長したネネを頼るといいですもん。ノポン族はたくましいね。僕たちホムスも見習わなくっちゃ。でもネネも最近ちょこっとだけ寂しくなる時が。ん？シュルクさんたら食いしん坊さんですもん。え、僕じゃないと思うけど。ネネがすぐにご飯の支度しますもん。ささ、シュルクさんはキノとメリアさんを呼んできますもん。ねえねえ。そっか。キノの面倒を見ているからしっかりしているように見えたけど、ネネだって子供なんだ。やっぱり寂しいよね。シュルクさん、どうしましたもん？本当にお腹グーグーになっちゃいましたもん？うん、わかったよ。みんなを呼んでくるね。それからみんなと一緒にご飯を作ろう。その方がきっと楽しいよ。シュルクさん、はいですもん。この花、良い香りがするな。メリアさんはお花が好きなんですもん。ああ、母上の影響でな。小さい頃はよく離宮の花壇の手入れを手伝ったものだ。ネネはどうなのだ？ネネもお花とっても好きですもん。そうか、それは気が合いそうだ。以前ホムスの友人に同じ話をしたら、男の子には花より団子だよなどと言われ、全く共感が得られなかったからな。ようやく話がわかるものと巡り会えたようだ。お団子がどうかしましたの？ああ、いや、こちらの話だ。団子のことは忘れてくれ。ネネもお団子大好きですもん。特に最果て村の工場で作る花粉玉はとっても甘々で美味しいですもん。だから団子は。待て、もしやそなたが言う好きとは美味しいという意味か？もうそれ以外何かありますもん？やはりそなたも団子派であったか。よいかネネ、花というのは何も食べるだけのものではない。その美しさをめでたり加工して装飾品や美術品を作ることができるのもその大きな魅力なのだぞ。装飾品。そういえば昔、父ちゃんが母ちゃんに花飾りを作って渡してましたもん。あの力がな。意外なこともあるものだ。とにかくだ、そなたには食べられない花にも興味を持ってもらいたい。そうすればそなたもいずれはそなたの母上のように幸せな気分になれるだろう。じゃあ今度食べられない花を見つけたら、ネネがメリアさんに花飾りを作ってあげますもん。ネネの見立てではメリアさんには青い花がとっても似合いそうですもん。それはありがたい申し出だが、そもそもそなたは花より団子という考え方ではなかったのか？もう食べられないお花を花粉玉にしても苦々でまずいだけですもん。そうだな、そなたの言う通りだ。
ノポン族にとっては食べられる花、食べられない花、それぞれに価値があるということか。どちらが優位かを決めつけるという考え自体が愚かだったのかもしれんな。ならばそなたの好意ありがたく頂戴する。かしこまりましたもん。だがなぜ私に？木のやシルクでなくてよいのか？そんなの決まってますもん。ネネはメリアさんの喜ぶ顔がとっても見たいんですもん。モモ、どうしましたもん？ネネ、何か変なこと言いましたもん？いや、違うんだ。そなたのそのまっすぐな思い、私も見習わなければな。もう？花飾り楽しみにしているぞ。期待しててくださいもん。だが私だけもらうというのは少々気が引けるな。共に花飾りを作って交換するというのはどうだ？それは楽しみですもん。メリアさん、絶対の約束ですもん。ああ、もちろんだ。コート。メリア？メリアちゃん、どうしたもん？お腹痛いですもん？いや、そうではない。盟友の岬での話を思い出していてな。私は思い違いをしていた。大戦が終わり平和が訪れ、道半ばとはいえ復興も進み、皆笑っているものと思っていた。そう、ここの者たちも平和を享受しているものと思っていた。だがそうではなかった。大戦の傷跡はまだ消えていない。ああ、故郷を追われた者、光を求める者、反目し合う者、未だ笑えぬ者たちがいるというのに、私はのうのうと。のうのうとなんてしていなかったよ。コロニー9のハイエンターのため、いや残された全ての人たちのため、メリアは昼夜を惜しんでダンバンさんやオダマさんたちと指揮を執っていた。だからみんなの笑顔があるんだ。そうも、元気出すもん。昨日父ちゃん母ちゃんいなくなったけど元気になったもん。キナ。そうですもん。昨日毎日泣いてたですもん。トイレも一人じゃ行けなかったですもん。姉ちゃん、急に何言ってるもん。そんなこと今は関係ないもん。メリアちゃんの励ましにならないもん。そうですかも。とにかくもう希望捨てちゃダメもん。父ちゃん言ってたもん。希望。ハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものだ。それを忘れなければ資格など後からついてくる。お前はハイエンターの希望、テレシア化することのないそなただけが、巨神が蘇った後もハイエンターの高騰を継いでいける。我らの苦しみを止めることができる。みんなありがとう。私がここで何をなすべきか見えた気がする。行こう、コートへ。
確かに高いね。端っこで見てるとクラクラしてくるもん。キノ、あんまりそっちに行っちゃダメだよ。足を滑らせたりしたら大変だ。ここなら大丈夫も。それにしても不思議な光景も。足よりも下に雲があるもん。本当だね。僕もこんなに高いところまで来たのは初めてだよ。ちょっと待つも。雲が下にあるということは、この大陸は雲より上に浮かんでいるもん。そうだよ。最果て村があったマクナ原生林やエルト海よりもずっと上に浮かんでいるんだ。不思議も。この大陸はどうして雲よりも上に浮かんでいられるもん。確か古い本に書かれていたんだけど、この巨神方には僕らよりもずっと高度な文明を持っていた巨人族が住んでいたみたいなんだ。キノはエルト海の上に多くの島が浮いていたのを知ってる？知ってるもん。小さな島がたくさん浮かんでて不思議な光景だったもん。巨人族は浮かぶ性質を持つ浮遊石を加工して利用する技術を持っていたんだ。すごいもん。エルト海で浮遊石をいっぱい集めてこの大陸を浮かせたもん。もしかすると逆かもしれないね。ここにたくさんあった浮遊石をエルト海まで運んだのかもしれない。なるほどもう。昨日とても納得したもん。ただしこの話には一つ注意点があるんだ。今までこの大陸にはホムスはもちろんハイエンターも来たことがなかった。だから本の作者も憶測で書いたところがあるかもしれないんだ。いやきっと合ってるもん。シュルクの言うことに間違いはないもん。シュルクは何でも知ってるもん。父ちゃんが言ってた通りも。いや、僕は何でも知っているわけじゃないよ。父ちゃんはシュルクのことを頭が良くて何でも知ってて、それにかっこよくてやるときにはやる男って言ってたもん。そうなの？なんだかちょっと恥ずかしくなってきた。恥ずかしがることはないもん。すごくいいことだもん。シュルクは父ちゃんの一番のお供だって言ってたもん。父ちゃんの次にすごいもん。そうか。力らしいね。シュルクか？何を見ていたんだい？ああ、ここからならコートがよく見えるもんね。こうしてコートを目の当たりにすると身が引き締まるというか、自分の立場というものを改めて考えさせられてな。そっか。先の戦いでテレシア化していった同胞たち、その悲しみを胸にこの地で生き抜いてきた同胞たち、そして父上や兄上に託されたハイエンターの希望という言葉、それらを全て受け止めることができる公主とはどうあるべきなのだろうと。情けないことだが、私は未だその答えを見つけられないでいる。メリア。シュルク、そなたならわかるのではないか？あの戦いで未来を見続けてきたそなたなら。僕、最近よく考えるんだ。ビジョンって何だったんだろうって。ザンザが望んだ未来、それを見ていたのは確かなんだけど、その未来を否定し続けることで道を切り開いてきたことも確かだと思うんだ。でもビジョンが使えなくなった今、こうも考えるんだ。それって本当に自分自身の意志で未来を決めていたのかなって。それはそうかもしれないが、だが私はそなたに何度も助けられた。
それはビジョンがあったからではない。そなた自身が決断し行動したからではないのか。だからこそ私は少しずつ変わっていけたのだ。笑うところではないだろう。ごめん、そうだよね。僕もだからこそ選びたいんだ。ザンザが望む未来でもなく、ザンザを否定した僕たちだけが望む未来でもない、この世界に住む一人一人、その全員で決めていける未来を。一人一人か。父上や兄上が望んだ未来とは何だったのだろうな。そんなのビジョンが使えなくたってわかるさ。え？メリアが幸せでありますようにさ。やはりシュルクにはかなわんな。そなたの言う通りだ。ハイエンターの希望とは自分自身が選んでなるもの、そう教えてくれたのは父上だった。恐れることはない、そう励ましてくれたのは兄上だった。私は焦りと郷愁に駆られて大切なことを見失うところだった。これではまた父上に大バカ者と言われてしまうところだったな。礼を言うぞシルク。メリア、答えを見つけられないことが罪なのではない。答えにたどり着こうとする歩みを止めてしまうことが罪なのだ。この地に生き残ったハイエンターたち、いやハイエンターだけではない、この世界で手を取り合う全ての人たちが等しく未来を決めていけるよう、これから先も歩んでいきたい。それが今私が望む未来だ。うん、メリアならきっと実現できるよ。でもその実現にはとても困難な道が待っていると思うんだ。だから今はそれを支えさせてほしい。それは僕の望む未来でもあるから。シルク、ああ、頼りにしているぞ。なぜこんなにたくさんのテレシアがここに集まっているのだ。転送装置あったですあれ、どうした？装置が起動している。本当だな。もん。なんでかも。誰かが使ったのかもしれない。どちらにしろ進む以外方法はない。そうだね、行こう。懐かしいな。メリアちゃんち草ぼうぼうも。お掃除サボっちゃダメですもん。そうだな、皆で大掃除をしないとな。どうした？上の亀裂見て。なんだあれは。お空に亀裂があるありえない、こんなこと。今のこの世界は生まれてから日が浅い。だから不安定なのかもしれない。いや、まだ再生中ってこともある。それでこんなことが。わからないけどね。霧の王とやらもひょっとしたら
その狭間に。その可能性もあるね。となると近くに潜んでいるかもしれん。互いに離れず慎重に進もう。霧の王なんてへっちゃらも。キヌ、後ろに霧の王いるもん。ももも。なんて冗談も。姉ちゃんひどいもん。子供の声、どこだ？上からだ。あそこだ。子供が襲われている。助けるぞ。大丈夫か少年。お前手とか。あれメリアさん、シュルクさんもどうしてここに。話は後だ。黒いモヤモヤ出てるもん。あれが霧の王ですもん。そうかもしれない。気を抜くなよ。まあ霧の王倒したもん。だといいけど。なんだ、亀裂が。あれは危ない。避けて。今のは。どうしたのだシュルク。今の攻撃、ジャンクスを襲ったのと同じだ。ということはどうやらあいつが霧の王らしいね。いかにもという感じだな。どうするシュルク。ダメ元でやってみよう。ねね。わかったですもん。シュルクさんダメ。そいつには何も効かないんだ。メリア、キノ。任せるもん。これでも食らいもん。消し飛べ。霧の王やっつけたもん。やはりマクシスの言った通りか。メリア、一旦引こう。それが賢明だな。はあ。ここまで来れば大丈夫だよ。あいつらは外までは追ってこられないんだ。何？それは本当なのか？
テレシアが守ってくれているんだって。テレシアが？そうラダムさんが言ってた。本人たちにはそんな意識ないと思うけど。そうか、確かそなたの母上も。はい。あ、お礼がまだでした。助けてくれてありがとうございました。あのようなところになぜ一人で？危ないではないか。ごめんなさい。怒られたもん。余計なこと言うなもん。研究資料を取りに行っていたんです。だけど瓦礫に足を取られちゃって。それで気づかれたってわけか。転送装置が起動していたのもテトが？はい。僕は研究のために特別に許可をもらってます。本当は姉ちゃんと一緒じゃないとダメなんですけどね。姉上がいたのか？いえ、血はつながっていません。ここで一緒に暮らしているだけです。確かテトの研究ってテレシアを元に戻す研究だったよね。はい。あ、そうだ。あの禅の洞門を抜けた先に僕の研究所があるので来ませんか？その方がゆっくり話ができると思います。研究所を持っているのか？コートのほどではないのですけど。霧の王とテトを襲った霧の王に似たモンスター、それにテレシアも関係しているならテトの研究から何かわかるかもしれない。ああ、そうだな。僕を襲った。あ、霧の獣のこと？霧の獣。ここではあいつのことをそう呼んでいるのかい？霧の王がいるところには必ずいるので、そう呼ばれるようになりました。そうなのか。じゃあ僕は先に行ってます。案内してくれるのではないのか？掃除をしないと足の踏み場もないから。それじゃ待ってます。あ、おい！行っちゃったね。なぜ研究が好きなものは自分勝手なものが多いのだ。え？怒られたもん。自業自得ですもん。なんと愚かなこと。神の選択をなんと心得ておるのか。一人でコートへ行くなとあれほど言ったではないか。でもどうしても資料が必要で。そうではない。なぜ一人で行ったのだ。お前に何かがあってからでは遅いのだ。タルコ？メリア。タルコ姉ちゃん、メリアさん知っているの？タルコ姉ちゃん？なるほど。それでコートに来てテトを助けたというわけか。ごめん。迷惑をかけたな。すまなかった。テトの救出感謝する。ありがとうございました、シュルクさん、メリアさん。それにキノとネネもね。でもタルコがテトの研究を手伝っているなんて思ってもいなかったよ。成り行きだ。タルコ変わったな。テト、私は少し外の空気を吸ってくる。わかった。メリアさんたちが姉ちゃんの知り合いだったなんてびっくりしたよ。タルコとの間には共通の兄上がいてな。ってこ
ことはタルコ姉ちゃんとは姉妹なの？姉妹？いや、ちょっと複雑でな。姉妹ではないのだ。ほーん。でも昔の姉ちゃんは知っているんだよね。どんなだったの？僕はここでの姉ちゃんしか知らないから、前はどうだったのかなって。それは。強かったな。力もだが、自分が信じているものへの思いは一段とな。へえ、それだったら今の姉ちゃんと一緒だね。この研究への思いは今じゃ僕より強いもん。やはり今でも母上を。タルコとはどこで知り合ったの？姉ちゃんは僕を霧の王から助けてくれたんだ。今日のように一人でコートに。違うよ。その時はまだコートにみんないたんだ。霧の王が現れる前か。そう。そしてコートを脱出した後、一人だった僕をタルコ姉ちゃんはここに連れてきてくれたんだ。ちょっと待て。テトの父上は健在だったはずでは。父さんは霧の王に殺された。そうだったのか。すまぬ。テトもキノと同じも。けなげですも。私も外の空気を吸ってくる。わかった。僕はまだテトに聞きたいことがあるからここにいるよ。ああ、わかった。助かる。メリアちゃん、キノも行くもん。キノ、空気読めも。タルコ。まさかお前とこんなところで会うとはな。なぜここに？偶然だ。あの後私は死に場所を探し、あてもなくさまよっていた。そして気づいたらこの地にいた。そなたはもともとこの地にいたのか？そうだ。そしてコートが落ちてきて、母が死に場所を与えてくれたと思った。だがテレシアが住み、難民が漂着し、そして霧の王が現れた。ああ、霧の王にこの身をと思ったが、何の因果かテトを助け、私は死ねなくなった。母上はそなたに死に場所を与えたのではなく、テトと引き合わせハイエンターの未来を託したのだ。テトの研究を手伝っているのはただの代償行動に過ぎん。そう思っている者がテトに対してあんなに親身にはならない。テトを見るそなたの顔は家族の顔だ。仮に代償行動だったとしても、研究がハイエンターの未来だということに変わりはない。ハイエンターの未来か。お前はどうなのだ？私？すでに聞いただろう。この地に住む同胞の苦悩を。ああ。お前は皇統を継いだ。大戦があったとはいえ皇太子、いや今や女王だ。どうするのだ、ハイエンターの未来を。先のことはまだわからない。だが今やらなければならないことは分かっている。見せてもらおう。お前が思い描く未来を。それが見えた時、私も受け入れよう。今の自分をな。
メリア陛下、やはり我らを導くお覚悟が。メリア陛下の行かれる道、邪魔な石ころは排除せねばな。メリアちゃんいたもん。テトから何か聞けたか？うん、少しね。もっと詳しいことはグランデルにいるラダムさんが知っているって。グランデル城壁の門番に通してくれるように伝えとくって言っていたですもん。グランデルのラダムを訪ねる前に皆に話しておきたいことがあるのだが。改まって何ですもん？今この地のハイエンターは未来に絶望をしている。私には皇統を継いだ者として彼らの未来を守る義務がある。勝手な願いだが皆の力を私に貸してもらえないだろうか。もちろんだよメリア。キノもネネもですもん。ありがとう。改めてよろしく頼む。ではラダムのところに参ろう。タルコさん、なんだか性格硬そうな感じしたですもん。硬そうか。あれでも随分と丸くなったのだがな。メリアさんとタルコさんってどんな関係ですもん？それが言葉にするには複雑なのだ。複雑ですかも。どこから説明すればよいか。まず私とタルコは1年前まで会ったことすらなかった。お家が離れてたんですかも？私は外を出歩けなくてな。いや、そもそもタルコのことすら知らなかった。タルコは私のことを知っていたようだがな。仕事が忙しくて会えなかったのだ。知らないってどうしてですもん？姉妹なら知ってるはずですもん。そうだな。なんといったものか。私とタルコは親が違うのだ。父上と母上の両方ともな。ネネとキノみたいにですかも？ネネとキノのように私とタルコに血のつながりはない。だが我らには片親違いの兄上がいたのだ。兄ちゃんですもん？両親は違うがお互い血のつながった兄上はいる。故に私とタルコは完全に他人ではないのだ。ちんぷんかんぷんですすまない。難しい話だった。もん。よくわからないですもん。兄ちゃんもいるならなんで家族にならないですもん？親が違うことで私とタルコは異なる生き方をしてきた。会うこともなく家族らしいこともしなかった。お互いどう接すればいいかつかみあぐねているのだ。なんだかメリアさんとタルコさん、二人ともキノみたいですもん。どういうことだ？キノも最初は誰とも話さない人見知りでしたもん。私もタルコも人見知りとは違うと思うが、仲良くする気持ちはあるけど行動に移せてないのなら同じことですもん。でもご存知の通り今のネネはキノと仲良しですもん。ネネはキノとどう仲良くなったのだ？私に教えてくれないだろうか。そんなの簡単ですもん。一緒に遊ぶんです
遊ぶ？あとは一緒にうまうまなもの食べて一緒に寝るんですもん。そしたらあっという間に家族ですもん。私がたることできるのだろうか、そのようなこと。もうじれったいですもん。メリアさんはタルコさんと姉妹になりたいんですもん。ああ、そうあればいいと思っている。ならせっかく会えたんですもん。悩んでるなんておかしいですもん。せっかく会えたか。その通りだな。さあ今から姉ちゃん遊ぼうって言ってくるですもん。今か？少し時間をくれないか。もうしょうがないですもん。でも絶対言うですもん。わかった。近いうちにな。はあ、憂鬱も。どうしたキノ？何かあったのか？あ、メリアちゃん。ため息などついていつもの元気なキノらしくないではないか。キノも憂鬱になる時があるもん。繊細なお年頃なのも。なるほど、それはすまなかったな。何か悩み事か？私に話せるようなことか？悩み事も。メリアちゃんになら話してもいいもん。おお、そうか。ならば聞こうではないか。昨日今回はこっそりシュルクとメリアちゃんについてきたもん。そうだな。昨日最初はこんな遠くまで来るとは思ってなかったもん。だから母ちゃんに行ってきますしないまま来ちゃったもん。このまま帰ったらきっとめちゃくちゃ怒られるもん。母ちゃん怒ると超怖いもん。今から考えただけで憂鬱になるもん。岡はそんなに怖いのか。それはきっとキノのことが心配なのだな。その怖さはキノが岡に愛されている証拠だと思うぞ。愛されてるもん。そうだ、岡はキノを心配して怒るのだからな。愛してるから怒るもん。キノにはよくわからないもん。それはだな、愛する息子であるキノに何かあったら岡はとても悲しむだろう。だからキノが危険なことに万が一でも近づかないように厳しく怒る、いや叱るのだと思うぞ。あ、そうも。メリアちゃんからキノをあんまり怒らないように母ちゃんに言ってくれればいいもん。そうすれば母ちゃんもちょっとは優しくなるかもしれないもん。いや、それはできないな。もも、どうしても？どうしてと言われても、自分の行動に責任を持つのは勇者ではないのか。少なくともリキはそうだったと私は思う。私たちについてくるのならちゃんと岡やリキに許可を取るべきだった。それが勇者の振る舞いというものではないのか。これから先の人生でもこういった場面はあるかもしれない。その時に今回のようなことをしていてはとても真の勇者にはなれないぞ。メリアちゃんは厳しいもん。昨日失敗したもん。こっそりついていくのは良くなかったもん。昨日過ちに気づいたのならしっかり反省して次の機会に正せばよい。その機会を逸してからでは遅いのだからな。メリアちゃん、分かったもん。昨日今度からはこっそりついていくのはやめにするもん。堂々とついていくもん。ちょっとうまく伝わっていないようだな。キノは今回岡を心配させるようなことをしたのだから、ちゃんと岡に叱られて、それからしっかり反省して次はこうならないようにするのだぞ。そうしてこそ勇者として成長していくことができるはずだ。分かったもん。昨日ちゃんとするもん。
本当に分かったのか？もうここにもないもん。甘々わさび見つかんないもん。キヌが甘々わさびってずっと言ってるから、ネネの頭の中も甘々わさびでいっぱいもん。もう食べたいもん。キヌ、あ、いいこと思いついたもん。キヌ、大好きな甘々わさびのこと想像してみるもん。想像？そうもん。どのくらい想像できるか、キヌの甘々わさびへの愛が試されるもん。想像したらもっとお腹減っちゃうもん。大丈夫もん。想像したら目の前に甘々わさびが見えるようになるもん。そしたらネネにいい考えがあるもん。姉ちゃんを信じるもん。もも、わかったもん。姉ちゃん信じるもん。じゃあ姉ちゃんに教えても。甘々わさびはどんな形してるもん？もう、甘々わさびはちっちゃくて細長くてプチプチがついてて、どんな色してるもん？緑も。でもキヌにはキラキラした緑色に見えるもん。もも、その調子も。それでどんな匂いするもん？ももも、思い出しただけでよだれ出ちゃうもん。ネネもよだれ出てきちゃったもん。キヌにはもうここにはないはずの甘々わさびが見えているはずもん。もう。じゃあ次は想像した甘々わさび食べるもん。でもただ食べるだけじゃ雰囲気出ないから、キヌは勇者役もん。ネネは勇者キヌのために甘々わさびを取ってきたお供役もん。ネネがキヌに甘々わさびあげるから、キヌは美味しく食べるもん。もうわかったもん。ママー、キヌ様、集めてきた甘々わさびですもん。どうぞお食べくださいもん。もも、今までで一番美味しそうだもん。このネネ、キヌ様のために巨神怪獣旅しましたもん。バルバロッサとも追いかけっこしましたもん。姉ちゃんすごいもん。いくつもの戦いを勝ち抜いて手に入れた甘々わさび、味わって食べてくださいもん。わかったもん。姉ちゃんの分まで美味しく食べるもん。ほも、あー、もん。お味はいかがですかも？これは。もうちょっと食べるもん。ぐっくりも。これは。あ、空気だもん。味なんてするわけないもん。キヌ、想像力が足りないもん。そんなこと言ってもないものはないもん。困ったもん。でもさっき美味しそうな匂いがちょっとしたもん。ここら辺に何かいいものがあるに違いないもん。キヌもそう思ったもん。実はネネもそう思ってたもん。さすが姉ちゃんも。よーし、うまうまな食べ物見つけに行くもん。
レッツモーテトからラダムというものがこの先に住んでいると聞いてきたのだが。ああ、君たちがテトの友人か。話は聞いているよ。さあ通ってくれ。そんな簡単にいいのか？あんたらは別に怪しく見えないからな。それにこの城門は人の往来を制限するためじゃなく、凶暴なモンスターの侵入を防ぐためのものだからな。なるほどな。では通らせてもらおう。ありがとも。お邪魔しますもん。姉ちゃん、立派なアルマいるもん。本当ですもん。鱗艶がいいです普通のアルマと変わらん気がするが。もん。なんとなくも。そうですもん。ちょっとすみません。あなたたちは盟友の岬から来たんですか？今は研究所から来たんですけど、盟友の岬はその前に行きました。岬の者たちは元気でしたか？ええ、元気でしたよ。そうですか。それならよかった。どうかしたのか？聞いたかもしれませんが、もともと私たちはここで一緒に暮らしていたんです。だがマシーナがいるから出て行ったとか。そうなんです。最初はそれでもなんとか仲良く暮らしていたんです。もちろん多少のいざこざはありましたが。それがなぜ？きっかけは些細なものでした。彼らはコート奪還のためさまざまな手を打ったのですが、成功することはなく、その度に兵を失いました。ある時見かねたマシーナがもうやめろと言ったんです。それがきっかけか。ええ、彼らはそもそも貴様らが裏切りなどせねば我ら同胞も故郷も失うこともなかったと烈火のごとく怒って、そのまま出て行ってしまいました。同胞を失ったのも故郷を失ったのも皆同じであろうに。彼らは軍人です。大戦では常に祖国のために戦ってきました。だからその祖国が奪われたとなれば、彼らが焦り怒る気持ちも想像に難くないか。はい。しかしここに住む者は彼らを恨んでなんていません。種族関係なく彼らは常に私たちを守ってくれました。それに彼らはマシーナを追い出すわけでもなく、自分たちが危険な城壁外へ出て行ったのです。なので私たちは彼らが帰ってきた時は笑顔で迎え入れようと誓ったのです。私もその日が一日でも早く来るよう助力しよう。目から汗が出てきたもん。停戦崩壊ですもん。そうだ、
ラダムというものがここに住んでいると聞いたのだが。ラダムさんならあそこに住んでおります。あそこか。助かった。礼を言う。先ほどの話で岬の者にもうやめろと言ったのはラダムさんです。そうか、分かった。早速ラダムさんのところに行ってみよう。ああ、そうしよう。そなたがラダムか。ええ、そうですが、なぜ私の名を？テトから聞いたのだ。研究の協力者だとな。なるほど、そうでしたか。テトもタルコも双剣でしたかな。ああ、テトはタルコに怒られていたが。またコートに行ったのですね。私もテトには注意しているのですが、研究のことになると周りが見えなくなるようです。それはタルコも同じですが。タルコもここに来るのか？いや、めったに来ません。今やテト以上に研究の虫ですから。何が彼女をそこまで動かすのか。タルコ、やはり母上を。ラダムさん、教えてほしいんです。霧の王のことを。なるほど。それで霧の王のことを。何でも構わん。教えてくれぬか。霧の王と霧の獣はテレシアが発生させるエーテルバの影響でコートから出てこられないようなんです。エーテルバ。はい、エーテルバはテレシアがエーテルを吸収する過程で発生します。そして霧の王と霧の獣からは大量のエーテルが放出されているのです。なるほど。その大量のエーテルを吸収するためテレシアが集まり、その結果コートを守る形に。昨日ちんぷんかんぷんもそれなら静かにするもん。だがエーテルは霧の獣には効いたが霧の王には効かなかった。いや、そもそも霧の王には触れることすらできなかったが。シュルクさん、メリアさん、テトの研究所に行ってテレシアの研究資料を借りてきてもらえないだろうか。はい、それはいいですけど。テレシアのエーテルバについて調べてみたいのです。わかりました。そういえばそなた岬の者に異を唱えたそうだな。確かに意見しました。彼らの故郷はすぐ目の前です。歯がゆい気持ちも理解はできます。しかしこれ以上無駄に命を落としてほしくなかったのです。無駄とは辛辣だな。最初この地には数百人いたのです。ですが今は皆さんが見てきた通りです。そんなに霧の王に？はい。なので彼らにもうやめろと伝えたのです。人がいなくなればそれで終わりだと。まったくだ。しかし彼らにはそう簡単には受け入れられないのだろうな。すまぬ。そなたたちには故郷に帰る手段すらないというのに。メリアさんが謝ることではありません。それに私はそんな風には思っておりません。彼らも分かってはいるのです。現にそれ以来コートを封鎖しておりますから。確かにそうだな。グランデルの者たち相当無理をしているな。自分たちの故郷がどうなったのか分からず、しかも帰る手段もない。うん、
でもマクシスさんたちもそこに故郷があるのに帰れない。ああ。だが必死になるあまり手を取り合えなくなっている。悲しいですもん。僕たちも最初はそうだったね、メリア。ああ、そうだな。本当かも。うん。でも僕たちは手を取り合った。それはこの世界を守りたかったから。やがてその思いは結実し、僕たちはザンザを倒した。偏見やわだかまりを超えて一つになれたのは同じ思いがあったからだ。ラダムさんたちもマクシスさんたちも、そして僕たちも、みんな思いは同じだよ。霧の王を倒し故郷へ帰ること。勇者キノにお任せも。どんと濃いですもん。ありがとうみんな。あれなんだもん。あれはコートの亀裂と同じようだが随分と大きい。そうだね。シルク、コートの近くまで行ってみよう。うん。何かが起ころうとしているのか。メリアちゃん、前も。霧が。霧の獣。来るですもん。考えている暇はなさそうだ。行くぞシルク。わかった。どんなもんだもん。シルク、霧の獣はコートより外には出られないはず。今のはコートから出てきたんじゃない。どういうことだ。亀裂の影響で普通のモンスターが霧の獣になったんだ。グランデルが危ない。どういうことですもん。アルマが霧の獣になっているかもしれない。それは大変ですもん。急いで戻るもん。メリアの予感が当たったね。ああ、しかし亀裂の影響が広がるのが早すぎる。ラダム、無事か。メリアさん、アルマが突然霧の獣に。説明は後だ。この場は私たちに任せ、そなたたちは避難しろ。わかりました。
ルマを止めるぞ。あ悪い子はおしりペンペンですむ。昨日のロデオ見せてあげるもん。ありがとうございました。他の者たちも無事か？はい、大きな怪我はありませんでした。これも皆さんのおかげです。お礼は甘々わさび1年分でいいもん。勇者は見返り求めちゃダメもん。そうなのかも。シュルクさん、アルマが霧の獣になったのは広がった亀裂が関係しているのですね。そうみたいです。僕たちもコートの外で普通のモンスターが霧の獣化するのを見ました。ということは亀裂の何らかの影響により霧の獣は生み出される。それが亀裂が今まではコート内の大きさだったのが広がったことにより影響範囲も広がった。ちょっと待て。とすると亀裂がこのまま広がっていったら全てのモンスターが霧の獣になるかもしれない。霧の王を早く何とかせねば。それには研究資料が必要だ。研究所へ行こう。ああ。貴様、どういうつもりだ？お前たちは邪魔なのだ。新しき時代にな。タルコ姉ちゃん。大丈夫だ。研究もお前も私が守る。見よ、広がった空の亀裂を。神がお前たちを拒絶した証だ。勝手なこじつけだな。おお、メリア様、我らが希望。貴様、何をしている？見ての通り小石を取り除いているのです。こやつらの研究は根血への冒涜。貴様はこの研究の意味が分かっているのか？この研究にはハイエンターの未来がかかっているのだぞ。この研究が未来？勝手に滅んだ種の再生が未来など。ハイエンターの未来は我々です。ハイエンターはすべからく根血であり、根血こそがハイエンターの真の姿。祖先がいなければ我らが生まれてくることはなかったのだぞ。祖先？そんなものはおりません。メリア様こそがハイエンターの祖、始まりの民であり、そして未来なのです。馬鹿げたことを。そんなくだらん思いのためにこの研究の邪魔をするのであれば、同胞といえど容赦はせん。メリア、なぜわからぬ？どうして我らこそが正当であると気づかぬ？我らの歩んだ歴史に正当も異端もない。もうよいわ。貴様を廃し、私が祖となり民を導こう。私は間違っていない。私は命までは取らぬ。どこへなりとも行くがよい。あ、研究所が。メリアさん、バカな。これで私が王だ。テト、タルコ姉ちゃん。念には念をだ。純潔はこれで終わりだ。大丈夫かテト？テレシアだと？クソ！
さん。大丈夫、無事だよ。未来守れなかった。ごめん。メリア！メリアさん。やったの。へんま。ここはラダムさんの家だよ。研究所が焼けちゃったからここまで運んできたんだ。研究所。すまないテト、私は守れなかった。メリアさん。このバカがなぜ飛び込んだのだ。ハイエンターの未来を守るんじゃなかったのか。同胞を故郷へと連れて帰るんじゃなかったのか。導くべき者が命を落とすことの意味をよく考えろ。タルコ姉ちゃん、言い過ぎだよ。何を言っている。このバカには。守りたかった。何？どうしても守りたかったのだ、研究を。なぜそこまでこの研究にこだわる。この研究は救いなのだ、私にとってもな。お前。でも結局中途半端だったな。みんなに迷惑をかけた挙句研究資料も焼けてしまった。メリアちゃん。そんなことないよ。メリアさんたちが来てくれなかったら僕はもう研究を続けられなかったかもしれない。それにね、これはメリアさんが持ち出してくれた本、覚えてない？この本、墓所で見つけた。そう、僕の研究が始まった本。これがあれば僕と姉ちゃんは研究を続けられるね、タルコ姉ちゃん。ああ、そうだな。これからも私たちの研究は続いていく。メリアさん、ありがとう。感謝する。テト、タルコ。まだ目が覚めたばかりだからもう少し休んだ方がいいよ。ああ、すまない。何してるもん。スリープネロットでいい夢見るもん。余計なことするな。これで霧の王を倒せるかもしれませんね。はい。もういいの？ああ、もう大丈夫だ。よかった。メリアちゃん復活も、昨日のおかげも、恩着せがましいもん。みんな心配をかけたな。そなたにも迷惑をかけたな。謝罪する。いえ、メリアさんたちはここを救ってくれた恩人、当然のことをしたまでです。このグランデルのためさらに尽力することを約束しよう。ありがとうございます。ただくれぐれもご無理はなさらぬよう。分かった。タルコがいないようだが。あ、タルコ姉ちゃんなら霧の獣がまた現れるかもしれないからって見回りに行ったよ。ここにはほとんど戦える者はおりませんので、一人でも増えるのは助かります。そうだな。タルコを相手にする霧の獣に同情してしまうな。ん？ところでさっき
霧の王が倒せるとかなんとか聞こえたのだが。テトとタルコの研究のおかげだよ。そうなのか。はい。すごいではないかテト。偶然だよ。いや偶然でもそなたの母上への思いが未来を守ってくれたのだ。それでどうすればよいのだ、霧の王を倒すには。霧の獣にはエーテルの攻撃が効いて、霧の王には効かなかった。それはエーテル濃度が足りなかったからなんだ。濃度？濃度も無理やり話に入るんじゃないもん。だってつまんないもん。不思議に思っていたんだ。亀裂が広がってなぜ霧の獣が増えたのか。それは亀裂から放たれる染料がテレシアのエーテル馬の濃度を超えたからだったんだ。全然私には理解できないが、その濃度が霧の王とどう関係するのだ。テレシアより高濃度なエーテル馬を発生させれば霧の王に攻撃が効くんだ。エーテル馬など発生させられるのか。それにその高濃度なエーテルはどうすれば手に入るのだ。エーテル馬はこいつを少し改造すれば大丈夫だと思う。であればあとは純度が高いエーテル結晶を手に入れるだけですが。どうしたのだ。エーテル結晶はすごく希少なもので、どこにあるのかわからないんだ。そもそもここにはないかもしれない。何暗い顔をしている。まだないと決まったわけではない。それにどちらにしろ、それがなければ霧の王が倒せないのであれば見つけるしかない。うん、そうだね。よし、まずはここの者たちに聞いてみよう。もう見てもシュルク、木がいっぱい生えてるもん。ここはあまり人の手が入ってないみたいだね。だからその分緑が多いのかな。大発見だもん。ここを第二の最果て村にするもん。最果て村か。行った時は驚いたよ。花粉工場なんか全部木でできてたからね。ノポンは金属を使わない主義なんだもん。姉ちゃんは例外でホムホムのシールドをつけてるけど。なるほどね。確かにキノの武器も金属を使ってなかったね。まるで木の実のような見た目をしてて。これは中にエーテルを貯める鉄砲の実って聞いたもん。キノがエーテルを吸わせただけ中身を出すから銃っぽく見えるもん。そうなんだ。そんな大きな木の実は見たことがなかったな。そうも、どこ行っても鉄砲の実落ちてるの見たことないもん。きっと珍しい植物なんだね。ノポン族はカムカム以外にもそんな武器を使ってるんだ。今でもカムカムの方が多いもん。キノだって最初はカムカムを使いたかったもん。でもムキムキ足りなくて持てなかったもん。それで落ち込んでたら父ちゃんがどっかから鉄砲の実を取ってきてくれたもん。リキが？やっぱりお父さんなんだ。すごいな。そうも、父ちゃんはすごいんだもん。この武器今はもうカムカム持てないみんなが使ってるけど、最初に見つけたのは父ちゃんなんだもん。みんなに提案したら大喜びしてたもん。リキってそういうこともできたのか。さすが勇者ってとこだね。武器にするのはお友達のホムホムの銃を参考にしたって言ってたもん。銃でホムスって言うと、そうか、カルナのエーテルライフルを。武器を作ってる時だったら僕も何か手伝えたんだけど。ならシュルクは撃ち方を教えても、時々狙い外れるもん。撃ち方か。でもキノは見た感じよく戦えてると思うよ。キノもそう思うもん。でも外れちゃうんだもん。なるほど。じゃあキノは武器の扱い方を学んだ方がいいんじゃないかな。扱い方も？うん。キノって武器を結構適当に扱ってたりしない？ママ、シュルクなんでわかったもん？キノびっくりしたもん。少し武器の損耗が激しい気がするんだ。
このままだと壊れやすくなっちゃうと思う。どうしたらいいもん？できるだけ丁寧に扱うことが大事だね。適当に使ってると持ち手の部分が曲がっちゃう。狙いが外れるっていうのももしかしたらそれが原因かもしれないよ。シュルク、なんでそんなことわかるもん？昨日全然気がつかなかったもん。昔から武器いじりは好きだったんだ。親友のラインの武器も作ったりしてたからその経験かな。武器のメンテナンスなら僕に任せてよ。シュルク、父ちゃんの次くらいすごいもん。もっといろいろ教えても。いいよ。とりあえず狙いが外れないよう補強しておくね。代わりに僕はキノのこともっと教えてほしいな。お安いご用だもん。急に立ち止まってどうしたんですもん？コロニー9の近くにも洞窟があったなと思ってね。ネネは知ってるかな？テフラ洞窟って言うんだけど。知っていますもん。エーテルシリンダーを取りに行く人たちについて行ったことがありますもん。僕もラインに付き合って一緒に取りに行ったことがあるよ。同じですもん。ネネは復興作業中に行きましたもん。ネネも手伝ってくれていたんだね。ありがとう。お礼を言われることでもないですもん。当然のことですもん。この世界に暮らす者同士仲良くしないとダメなんですもん。そうだね。でもここの人たちは喧嘩しているですもん。喧嘩は良くないですもん。ネネとキノを見習ってみんな仲良くしてほしいですもん。ここの人たちも仲が悪いわけじゃないと思うんだ。今はまだ気持ちの整理ができていないんだよ。やっぱり喧嘩しているってことですもん。喧嘩とも違うのかな。お互いの思いを知っているからこそ別々の道に進んじゃったんじゃないかな。どういうことですもん？相手のことが嫌いになっただけだったら出て行かずにその人たちを追い出せばよかったと思うんだよね。でも彼らはそうはしなかった。手を取り合う余地はまだあるんだ。だからメリアもいるしもう少し待ってみようかなって思うんだ。シュルクさんは優しいですもん。母ちゃんとは違いますもん。ネネとキノが喧嘩した時は母ちゃんにお尻ペンペンされたですもん。ネネもキノも泣いちゃったけどごめんなさいして仲直りしましたもん。そしてもっと仲良くなったですもん。仲良しだと楽しいことばかりだしいいことだらけですもん。それにコロニー9のみんなは最初から仲良しでしたもん。コロニー9のみんなは復興のために集まった人たちだったから思いは一つだったんじゃないかな。ここの人たちは思いがバラバラってことですもん。今はまだね。メリアが頑張っているから見守っていてほしいかな。わかりましたもん。ネネもメリアさんがみんなの思いを一つにするのを待つことにしますもん。でもメリアさんの思いがみんなに伝わらなかった。そんな時はネネがお尻ペンペンしてあげるですもん。シュルクさんも覚悟しておくですもん。僕もなの？お手柔らかに頼むよ。因果なものだ。こうしてお前と再び相まみえることになろうとはな。タルコ、そなたはどうして巨神方に？どうしてか。思えば理由などなかった。巨神なき後の世界を当てどなくさまよい、気づけばこの地にたどり着いていた。それだけだ。全ては偶然だったということか。そうだ。まあその偶然の先によもやコートがあるとは思わなかったがな。
あとはお前も知っての通りだ。テトの研究を手伝う傍らコートを監視し、ずっと気を伺っていた。ではそなたはコート奪還のためにこの地にとどまっていると？そのような心づもりもなくはなかった。霧の王が現れるまではな。タルコ？ここにいる者たちは野に下り死人も同然だった私を何も聞かずに受け入れようとした。そんな連中があの化け物の犠牲になるなどあっていいはずがない。だから私は彼らの恩義に報いるためか。そなた変わったな。変わった？この私が？タルコ、そなたさえ良ければ我らと共に来ないか？メリア。これまでのことを水に流せとは言わない。だが今なら手を取り合うことも。それはできない。そうか。すまなかったタルコ。そなたの気持ちも考えずに軽率だった。そなたからすれば私は母上の。誤解するなメリア。そういうことではない。私にもわからないのだ。わからない？どういう意味だタルコ？私は弓矢様の最後を見届けたあの日から進むべき道を見失った。それは今も同じだ。己のなすべきことも向かうべき先も何を意義に生きればいいのかすらわからない。ここにとどまっているのも結局のところただ状況に身を任せているに過ぎないんだよ。タルコ、そなたは。メリア、お前は私を見誤っている。私は何も変わってなどいない。ずっとわからないままだ。自分の意志すらもな。迷っているのだなタルコ。私はお前のように賢明ではないからな。迷いは誰の心にも生まれるものだ。あの戦いで誰もが道を見失った。皆もそなたも私もそうだった。いや今もそうだ。迷いを払拭したなどと胸を張って言えたものではない。惑う心から答えを見つけるにはしばしの時が必要だ。大切なものを失った後であればなおさらにな。だがタルコ、そなたは強い。いずれきっと答えを見つけられるはずだ。私も随分と変われたものだ。かつてはお前を亡き者にしようとしたというのに。今でもそう思っているのか？もしそうであればお前はすでにこの巨神方より投げ落とされた後だろうな。うん、そうであろうな。現に私はこうしてそなたと語り合っている。ならば友誼を結ぶ余地はあるはずだ。違うか？まるであのホムスたちのような物言いだな。褒め言葉と受け取っておこう。そなたの言う通り、これもシュルクたちから学んだことだ。なぜそうまでして私に固執する？皇太子としての義務か、それとも落語した私への憐れみか？タルコ、それ以上自らを貶めるのはよせ。私の心がそうしたいと告げているのだ。ただそれだけだ。それが理由であり私の出した答えだ。メリア。それになタルコ、
そなたは私にとって最後の。タルコ、こたびの件が落ち着いた頃合いに改めて答えを聞かせてはくれないか。お前が求めているような答えを私が出さなかった時は。春巡の末に導き出した結論であれば、それがそなたの進むべき道だ。期待はするな。ああ、今はそれで構わない。待っているぞ、タルコ。私がメリアと共に行くだと。影に生き血にまみれた道を歩んできたこの私が。弓矢様、母よ、私はどうすれば。あとは武器を改造してエーテル結晶を組み込めばよいのだな。うん。ラダムさん、霧の獣に縄文を破られました。なんだと。あと少しだというのに。シルク、ここを守るのが先だ。行くぞ。ああ。霧の獣は私たちが対処をする。そなたは住人の避難を。はい。テトはここを動くな。分かった。手を貸すぞ。この寄せ集めではデカブツは無理だ。私たちは周りの雑魚をやる。分かった。ここで止めるぞ。ああ。命乞いは聞かないもん。蜂の巣にしてやるもん。ネネがマナーを教えてあげますもん。縄文を閉じよ。今回は何とかなったが、この人数では限界がある。しかもお前たちが霧の王討伐のため離れるのであればなおのことな。霧の王やっつけないとダメだもん。困ったですもん。メリア、私が岬の者たちをここに連れ戻す。無理です。彼らは我々を。彼らも分かっているはず。この危機にあってどう行動すべきか。いや、ハイエンターの兵士として彼らは分かっていなければならない。必ずや彼らを説得し連れ戻す。ラダム、私を信じよ。ここで信じてお待ちしております。タルコ、分かったから早く行け。まだ何も。戻るまでここの防備をと言いたいのだろう。戦力が足らんと言っているのに。良いのか。私の気分が変わらぬうちに行け。すまん、頼んだ。新手です。複数の大型も確認。なんだと、もう来たのか。今これではさらに亀裂が広がったらここは持たない。急がねば。みんな行くぞ。お前たちは岬に行け。何を言っている。皆で当たらねば。
私には私の使命があるように、お前にはお前の使命があるはずだ。しかしお前も言っただろ。今より亀裂が広がればどちらにしろこの戦力では守りきれん。今しか岬の者どもを連れてくる機会はない。タルコ、ラダムがお前を信じたように、お前は私を信じろ。みんな盟友の岬に急ぐぞ。マクシス、このままじゃやばい。分かってる。くそ、なんでここに霧の獣が。なんだ。マクシス、下がっておれ。あや、なぜここに。全ての霧の獣を排除しました。次に備え呼吸を整えろ。改めて確認をする。ハイエンターはシールドを展開し、城門への突進を阻止。銃を持つ者は射程内に入った小型の相当。目的はあくまでも時間稼ぎだ。霧の獣を全滅させることではない。間違うな。はい。霧の獣を確認。構えろ。霧の獣が一瞬で。バカな。そなたたち無事か。ああ。お前ら何者だ。我らのことはよい。そなたたちに頼みがあってきた。ことは急を要する。いえ。グランデルに戻ってはくれぬか。我らがあそこを出た理由を知って言っているのか。無論だ。それならば戻れぬ理由もわかるはず。グランデルが霧の獣に襲われたと知ってもか。それは本当か。わざわざ嘘を言いにここに来るほど暇ではない。グランデルの者たちは無事なのか。ああ、今のところはな。だが時間の問題だ。知っていたという顔だな、マクシス。いや、知りはしないがここも襲われたんだ。当然グランデルもとは考えた。であれば近衛として何をすべきかということも分かっているのであろう。分かっているさ。だがお前が言うほど簡単じゃないんだ。簡単ではないのは理解している。だったらなぜ。見誤るな、マクシス。なんだと。今大事なのはそなたたちが守ってきた命が再び危機にさらされているということだ。だからどんな理由があるにせよ、結局は自身の中で事実を受け入れ前に進むしかないのだ。マクシス、我々は幸せだ。どういう意味だ。戻れる故郷がある。何を言ってる。コートは霧の王に。だがそこに故郷はある。今は住めなくともな。しかし他の種族の者はどうだ。彼らは故郷に戻ることはできん。
仮にここを出られたとして故郷が残っている保証もない。俺たちはあいつらを見捨てたんだ。今さらどの面下げて。今更などということはない。生きてさえいればな。それに多少のいさかいが起ころうと同じ地で暮らした家族だ。その絆は簡単に失われるものではない。マクシス、大切なものの価値、失ってから気づくのでは遅すぎるのだ。マクシス、俺はこの人たちと行く。やっぱり彼らを見捨てることはできない。マクシス、しょうがねえな。付き合ってやるが。マクシスさん、本当か？ああ、だがお前に説得されたから行くんじゃない。家族のために行くんだ。ああ、分かった。めんどくさいおっちゃんもまったくですもん。まったく世話が焼けるお姫様だ。メリアさんたちはまだか。まだ見えぬ。くそ、新たな霧の獣を確認。岬の者たちは我らを見捨てたのか。タルコさん、もう無理です。下がってください。あと少しだ。信じろ、我らの同胞を。信じろ、新たな指導者を。しかしこのままではあなたも。私が倒れた時はここを放棄しグランデルに落ち延びよう。タラコさん、やっと来たか、バカ者が。メリアさんだ。メリアさんが岬の者たちを連れて戻られたぞ。蹴散らせ。マクシス、ありがとう。いや、感謝するのはこっちだ、ラダム。あの時のお前の言葉がなければここでこうしていることはできなかった。何を言っている。そなたたちがいなければ我々はとうの昔に死んでいた。タルコちゃん探してるもん。治療したら帰っちゃったもん。これ以上の厄介事はごめんだって言ってたですもん。タルコらしいね。まったく。メリアさん、あなたを信じてよかった。あなたは我々の救世主です。いや、皆がいなければ無理であった。ちょっと待て。お前メリアというのか。そうだ。まさかメリア・エンシェントではないだろうな。エンシェント？まあそう呼ばれることもあったな。なんだと？お前が？いや、あなた様がメリア皇太子。急にどうしたマクシス。バカ野郎。この方は今は亡きソレアン陛下のご息女、次期公主の
メリア・エンシェント皇太子だ。本当なのですか？恋に隠していたわけではない。身分を明かせば希望になるかもしれないが、同時に絶望にもなりうる。今の民に必要なのは希望のみ。だから明かさなかったのだ。今はまだ普通に接してくれ。さあ、もうこの話は終わりだ。やらねばならぬことがまだある。霧の王の討伐ですな。メリア様、我ら護衛としてお供いたします。ならん。そなたたちはタルコと共にここで霧の獣からグランデルを守れ。しかし。聞け、マクシス。同胞の無念を自らの力で晴らしたいそなたたちの気持ちは痛いほどわかる。だが亡き同胞のため生きている同胞を守る、これこそが今のそなたたちがやるべきことではないか。そなたたちの力、グランデルの地、タルコの指揮、そのどれが欠けてもここは守れない。分かってくれ。わかりました。我らは城壁警護の任につきます。すまない。頼む。メリア様、どうか。必ず。マクシスさんたちのためにも霧の王を倒さないとね。ああ。ラダムのところで武器の改造をしよう。よいか、ラダム。はい、もちろんでございます、メリアさん。できた。もうそんなに変わってないもんですもん。だな。まあ組み込んだだけだからね。だがこれで霧の王が倒せるのだな。うん、理論上はね。いよいよクライマックスですもん。霧の王待ってろも。では行ってくる。無事に帰ってきてね。ごちそう用意して待ってろも。テトもみんなを心配させないようにするですもん。できたのですね。ラダムさんとテトのおかげです。ご武運を祈っております。ありがとうございます。霧の王は利休だ。見たのか。ああ。だがどうやって利休に。私も何度か行こうとはしたが転送装置が起動しなかった。私しか認証できないようにしているからな。なぜだ。お前たちが来る前、テトを霧の王から救ったのが利休だったのだ。そして封じるつもりで転送装置を切った。だが奴は。奴には転送装置など意味がなかった。しかし何かあったらと思い今まで封じてきたのだ。それは。これを認証として使った。持っていけ。もう私には必要がなくなった。そうか。ここの守りは任せろ。ああ、当てにしている。ハイエンターの未来託したぞ、メリア。分かった。必ず守ってみせる。さあ行こう。うん。みんなはネネが守るですもん。勇者キヌのお通りも。
勇ましき者たちの旅立ちに我らの敬意を。メリアちゃん、どうかしたの？これから先のことを考えていたのだ。霧の王のことが心配も？いや、もう少し先のことだ。桃。そなたはこの戦いが終わった後はどうするのだ？ふっふっふ、よく聞いてくれたもん。昨日は父ちゃんに今回の活躍を報告するもん。どんなことを話すのだ？メリアちゃんたちお供ができたことも。お供？お友達も。間違えたもん。メリアちゃん顔が怖いもん。冗談だ。もう脅かさないでほしいもん。勇者を目指すのだろう。この程度で驚いていてはまだまだだな。もうだが焦ることはないと思うぞ。今回の旅で勇者への最初の一歩を踏み出したのだからな。これからも成長する機会はいくらでもあるだろう。それに夢に向かって進む姿は立派だと思うぞ。じゃあ昨日はもう立派な勇者も？そう思っているうちはまだまだだな。メリアちゃんの話は難しいもん。リキに報告した後はどうするのだ？桃、どういうことも？お友達ができたのは良いことだとは思うが、それはまだ勇者への第一歩だろう。お供ダチのことしか考えていなかったもん。父ちゃんも冒険から帰ってきた後はお友達をたくさん連れて大活躍したって自慢していたもん。だから昨日もお友達ができたって話したかったもん。他にも何かあるもん？そなた自身のことなのだ。時間はまだまだあるのだし、少し考えてみるのも良いのではないか。教えてくれないもん？メリアちゃん意地悪もん。それに時間がまだまだあるってどういうことも？霧の王を倒したら帰るんじゃないもん？忘れてしまったのか？ジャンクスは故障しているのだぞ。修理するにしてもすぐにというわけにはいかないのだ。もうすっかり忘れていたもん。勇者キノの凱旋をみんな待ってるもん。どうしたらいいもん？それからいろんな場所に行っていろいろな人と話して困っている人がいれば手伝いたいもん。どうするもんどうするもん。昨日の壮大な計画が遅れてしまうもん。メリアちゃん助けてほしいもん。ちゃんと分かっているではないか。桃、どういうことも？少し前まではネネの後ろに隠れてばかりだったのに、この短期間で成長したものだ。困っている人がいれば手伝いたいか。この旅で随分と積極的になったな。やはり夢に向かって進む気持ちというものは強いな。もう教えてくれるもん？ただ教えてしまっては成長につながらない。そうだな、一緒に考えるとするか。桃、やっぱりメリアちゃん優しいもん。桃、ポカポカもうとうとしちゃうもん。ねむねむ日和も。昨日この前勇者になる夢見たもん。すごいもん。昨日夢の中まで勇者のこと考えてるもん。姉ちゃんもいたもん。ネネも出てきたもん。
どんな夢も？もう昨日は姉ちゃんと今みたいに日向ぼっこしてたもん。でも急に暗くなったもん。目開けたら目の前にでっかいグロックの顔があったもん。もう食べられちゃうもん。そいつのベロすっごく長くて姉ちゃん食べられちゃったんだもん。ねえねえ、食べられちゃったもん。昨日姉ちゃん助けるために一緒に食べられたもん。どういうことも？グロックのお腹の中は花粉玉いっぱいだったもん。幸せもグロックに食べられてよかったもん。じゃないもん。どうやって出るもん？キノと姉ちゃん花粉玉食べまくったもん。食べ放題も幸せも。そしたらキノたちの体すっごくでっかくなってグロックキノたち吐き出したもん。すごいもん。ネネたち天才もん。それでキノはついに勇者になったんだもん。急すぎるもん。何があったんだもん。ネネは勇者じゃないのかも。でもどうしたもん？夢だったもん。起きたらもう勇者じゃなかったもん。もうでもネネはキノはどんどん勇者に近づいてると思うもん。キノ、シュルクさんとメリアさんと一緒に旅しながらいろんな人と話そうとしてるもん。それにずっと特訓してたノポン流三河しの術も形になってきたもん。ほんともやったもん。キノ嬉しいもん。なんで姉ちゃんがキノがノポン流三河しの術練習してるって知ってるもん？細かいことは気にするなもん。気になるもん。とにかくキノは勇者になるためにすごく頑張ってるもん。だから夢じゃなくて今度は本当の勇者になるもん。もうシュルクさんもメリアさんもすごいもん。みんなのために一生懸命もん。まるで勇者みたいもん。キノだってキリノなんてキノ一人でちょいのちょいも。ほんとも。でもキノが一人だけ頑張る必要なんてないもん。キリノ王はみんなで倒すもん。一人だったら途中でくじけちゃうかもしれないけどみんながいれば助け合いっこできるもん。ネネはみんなのことちゃんと守るもん。キノはみんなの怪我ちゃんと治しても。わかったもん。キリノを倒したら勇者になれるもん。きっと鳥の人たちからありがとうって言われるもん。そしたらキリノを倒した勇者だってキノの像が立つかもしれないもん。キノ頑張っちゃうもん。キノにはネネがついてるもん。安心して戦うもん。姉ちゃんありがとうもん。キノ姉ちゃんがいるからキリノなんて怖くないもん。その調子もん。姉ちゃんも頑張っちゃうもん。タルコ、私とそなたが初めて会った時のことを覚えているか？何を言い出すかと思えば今さら過去の遺恨に決着をつけようとでも言うのか？そうではない。感慨深いと思ってな。刃を交え命のやり取りをした我々がこうして同じ場所に並び立ち共に故郷を眺めているのだからな。ふん、確かにな。考えを通り越して機械ですらある。1年前の私にこのことを話したとして決して信じようとはしなかっただろうな。
タルコよ、いつかそなたに話したことだが。ああ。迷いは晴れたか？全てとは言い難い。だがお前の問いに対する答えは出したつもりだ。聞かせてくれ。メリア、お前は皇家の血を引く最後のハイエンターだ。ん？ああ、その通りだ。しかしそれはそなたも同じ。聞け。皇統を継ぐべきはお前を置いて他にない。お前は光なんだよ、メリア。ハイエンターを、民を導くしるべとしての。私はそこにいるべきではない。なぜだ、タルコ。何故そのようなことを申すのだ。私は巨神教の異端審問官として存在してはならぬものとして生きてきた。巨神教が皇家の歴史にとっていかなる存在か今さら語るまでもないだろう。タルコ。後悔はない。全ては弓矢様のためを思えばこそだった。だがそれでも私がしてきた過去の所業は私という存在に檻となって残り続ける。私はお前という光に影をもたらす。新しき時代を迎える皇家にそんなものは不要だ。あってはならない。そなたはなぜそうまでして自らを。それがそなたの出した答えであれば、私がとやかく言うのは筋違いというもの。それを承知で言わせてくれ、タルコ。そなたもまた皇家の血筋を引くものだ。そしてホムスの根血でもある。そなたは私と同じなのだ、タルコ。今となってはもう意味のないことだ。しかしくどいぞ、メリア。私は期待するなと言ったはずだぞ。自らを責め続けることがそなたの本意なのか。なぜ未来に目を向けようとせぬのだ。母上がどんな思いでそなたを。知ったような口を聞くな。貴様に弓矢様の母の何がわかる。ママ、二人ともそこまでも。ねえねえ、そなたどうして。そんなこと関係ないですもん。ちょっとこっそり見てただけですもん。タルコさん、メリアさん、兄弟喧嘩は良くないですもん。早くごめんなさいした方がいいですもん。でないと母ちゃんに鉄拳制裁されちゃいますもん。ふざけるな。私たちは。ちなみにネネはお姉ちゃんなので、キヌと喧嘩してもすぐにごめんなさいできますもん。別に母ちゃんが怖いとかじゃないですもん。いわゆる大人の対応ってやつですもん。思い出したら古傷がズキズキしてきたもん。とにかく喧嘩はいけないってことですもん。さあ素直にごめんなさいしますもん。はい、ごめんなさい。一体何なんだこいつは。母か。もし母上が、弓矢様がここにおられたら今の我々を見て何と言われるだろうか。おい、これの話を真に受けるんじゃない。くだらんたわごとだ。これじゃないですもん。ネネですもん。今さらそのようなことを考えて何になる。我々には知る由もないことだ。弓矢様はもう。すまない、タルコ。母上の真熱きそなたならと不意に思ってな。そなたの言う通り、私は最後まで母上のお心が分からぬままだったからな。
弓矢様が巨神教を信奉していたのは、ひとえに皇家の誇りを守ること、そして我らハイエンターの行く末を憂いてのことだった。そのお心に偽りはなかった。そうか。その信念の崇高さゆえ、弓矢様は私に、己自身にも厳しくあられるお方だった。きっと今の私を見れば。弓矢様のおそばに仕え、忠を尽くすことが私の全てだった。弓矢様のご意志は私の意志、そしてこの身に流れる血にはあの方の。タルコ？弓矢様の血も意志もこのまま消えゆく定めなのか。それを弓矢様が、母がお許しになるとでも。おい、一体何だというのだ。メリア、弓矢様であれば今の私たちを見てこう叱責されただろう。ハイエンターの未来のためになすべきことを果たせと。タルコ。生き方を変えることはともすれば過去の否定だ。私は変わろうとした。そうして自ら歩んできた道を否定した。弓矢様の陪審としてあの方と共に歩んできた道行きを。ならば私は皇家のお前の影としてなすべきことを果たす。それは生き方を変えずして私と同じ道を行くということか。弓矢様は、母はそのために私をおそばに置かれた。それが私の進むべき道だと示された。私はそのご意志に行いをもって報いたい。母とハイエンターの未来のために。それがそなたの答えなのだな。よくぞ決断してくれた、タルコ。お前は確かに皇統を継ぐ器だが、為政者としてはいささか優しすぎるからな。理想と綺麗事に肯定して自滅でもされたら、母に申し開きが立たん。そのようなことは。そうならぬよ。誰かがそばでお前を諌めてやらねばな。まったく相も変わらずそなたは。ならば私からも改めて言わせてもらうとしよう。我ハイエンター公主メリア・エンシェントの名において汝に命じる。真たる民種族一統を守護せし、見えざる影の担い手となり、その神明を皇家に捧げよ。そなたの力を私に貸してくれ、タルコ。ご下命謹んでお受けいたします、公主陛下。タルコさん、偉いですもん。ちゃんとごめんなさいできましたもん。さすがお姉ちゃんですもん。誰が姉だ。そもそも私は謝罪などしていない。でもタルコさん、さっきメリアさんに土下座しましたもん。貴様、私を侮辱しているのか。もも、あれは確かに土下座でしたもん。父ちゃんが母ちゃんにやってたのと同じでしたもん。もういい、付き合いきれん。共に未来をつかもう、姉上。もうすぐです、父上、兄上。
我らハイエンターの故郷を私たちの手で必ず。メリア、緊張してるのかい？案ずるなシルク、少し気が高ぶっているだけだ。ダンバンに言わせれば武者震いというやつだな。頼もしいね。やっぱりメリアはそうでなくっちゃ。そなたはどうだ？大役を任された身であろう。ふん、いつも通りといったところか。僕は巨神方に来てからのことを思い出してたよ。いろいろあったけど避難してた人たちも見つかったし、テトたちにも会えたし、来られてよかったなって。そうか。あとはコートを奪還してみんなとコロニー9に帰れば万事解決だね。解決か。そうだよ。あともうひと踏ん張りだ。頑張ろうメリア。うん、そうだな。メリア？なあシルク、そなたはあの亀裂をどう見る？そうだな。これまでのことを思い返してもあれに関してはわからないことだらけだ。霧の王のこともそうだけど、巨神界、いや鬼神界でもあんな現象は見たことがない。そうだ、あの亀裂は我々にとって全くの未知。確かなのはあれが危険な存在であるということ。新たな世界ゆえの新たな脅威やもしれぬ。なるほどね。杞憂だと思うか？僕たちはこの世界の全てを知っているわけじゃないからね。正直何とも言えないかな。やっぱり気になる、あの亀裂のこと。妙な胸騒ぎがしてな。あれは我々の未来に決して逃れようのない災いをもたらす。理由はわからぬが、そんな漠然とした予感めいたものをあの亀裂から感じたのだ。メリア。すまない。大事を前にこのようなこと言うべきではなかったな。メリア、君が感じたことは杞憂かもしれないし、近い将来本当に起きることかもしれない。でもそれ以上のことはわからない。未来は誰にもわからないんだ。でもだからって何もできないわけじゃない。未来は僕たちの手で変えられる。あの戦いで僕たちはそれを証明した。だからこれから先どんなことが起きても僕たちならきっと乗り越えられるよ。シュルク。まったくそなたというやつは。ごめん、ちょっと楽観的すぎたかな。いや、そのようなことはない。そなたの言葉はまさに正国を射ている。私たちは未来をつかみ、そしてここにいる。これからもより良き未来を築けるはずだ。たとえ何が起ころうともな。また借りができてしまったな。そなたにはいつも助けられてばかりだ。大したことはしてないけど力になれたならよかった。なればこそ我々も今はなすべきことをなさねばな。霧の王を倒してコートを取り戻すだね。そういうことだシルク。霧の王いたもん。なんか雰囲気変わったですもん。亀裂が広がったのと関係があるのかもしれない。ただどちらにしてもやることは一つ。
聞いてるもん。ああ、これで。メリア、行こう。我らが未来を守るため皆の力を貸してくれ。勇者キノの力見せてやるもん。ケチャンケチャンにしてやるですもん。やっとも霧のやっつけたもん。おととい来やがれですもん。どうしたシュルク。空が。亀裂が広がっている。もなんかおかしいもん。もくもく集まってきてるもん。霧のまた出たですもん。一体どういうことだ。あいつは亀裂から力を得ている。それが広がったから。ということは亀裂を閉じなければ霧の王はまた。そうかもしれない。だけど今はできることを全力でやろう。そうだな。よくわからないけども、勇者には勝てないと分かっていてもやらなきゃいけない時もあるもん。もう一回ケチャンケチャンのケチャンケチャンにしてやるですもん。ダメもさっきと同じもん。どうすればいいですもん。まだだ。あいつが何度でも蘇るならこちらも何度でも倒すのみ。未来は必ず守る。何が。テレシア。なぜ。一体何が。メリア、原理はわからないけど今の爆発で亀裂が歪んで不安定になっている。まさかテレシアが私たちを。みんな、私が奴を消し去る。それまで時間を稼いで。うん。みんなの力を私に。霧のいなくなったもん。大勝利ですもん。守れたね、未来。ああ。
備はできたか、メリア？今の世に戴冠式など何の意味があるのか。そう言うな。民が望んでいるのだ。新しき時代の王の誕生を。そなたがなればよいのだ。ごめんだな。それに私は研究に忙しいのです。メリア女王陛下。茶化すな。行くぞ。